はい、どうも、ともです。今回は放置しているだけでロケット花火が溜まる全自動ロケット花火製造機を作っていきたいと思います。特徴1、サトウキビから紙を生成、クリーパートラップで火薬を入手し、待機時間2のロケット花火を作るところまでを全自動化。待機所で放置しているだけでどんどんロケット花火が溜まっていきます。特徴2、クリーパーの処理にあえてピストラを使わないことで、トライデントめり込みバグの影響もなく、マルチプレイ環境でのトライデントの差し直しも不要。メンテナンスのいらない安心設計になっています。特徴3、雲対策にハーフブロックなどを等間隔で置く必要のない新脇層を採用。脇層全体を利用するため脇効率がアップしています。特徴4、効率は1時間で待機時間2のロケット花火が640個前後、短時間で大量に手に入ります。エリトラでロケット花火をたくさん使う方にはおすすめの装置になっていますので、ぜひ参考にしてくださいね。それでは本日もレッツポンポン。今回使った材料はこちら。装飾用太化ブロックに白のコンクリートを使っていますが、太化ブロックであれば何でも OK。 ガラスに一部白色の色付きガラスを使っていますが、普通のガラスでも大丈夫です。金ブロックは1スタック64個になるアイテムであれば他のものでも大丈夫。太化ブロックに鉄ブロックを使っていますが、太化ブロックであれば何でも OK です。続いて作成場所についてですが、河川の上、キノコ島、ストレーの枠、雪原にはクリーパーは湧かないので、こういった場所には作らないように注意してくださいね。では作成していきましょう。まずはクリーパーが湧く場所かどうか確認しつつ、地面にモンスターが湧かない高さまで足場ブロックで登っていきます。演算距離4の場合は地面から50マス上、演算距離6以上の場合は地面から135マス上まで登っていきましょう。もし周りに高い山などがある場合は、その山の頂上の高さから数えてもらえれば OK です。では現在の Y 座標を確認。 Y66 ですね。今回は演算距離4の場合で作っていくので、ここから50マス上の Y116 まで登っていきます。まずは一旦30マス上まで登ってみて、地面にクリーパーが湧くかを先に確認しておきます。はい、大丈夫ですね。ではこのまま Y116 の高さまで登っていきましょう。はい、Y116 まで来ました。次は待機所の床を葉っぱで作っていきます。一番上の足場ブロックの横に各方向3マス葉っぱを置いて、それを基準に四角くしていきます。ここから123、123、こんな感じで葉っぱを置いて、あとは四角くしていきましょう。次はさらに足場ブロックで19マス上まで登っていきます。現在は Y116 なので、ここに19を足した Y135 までですね。では足場ブロックを伸ばして登っていきましょう。はい、Y135 まで来ました。次はクラフターなどの回路を置く 7×9 のスペースをガラスで作っていきます。まずは一番上の足場ブロックの手前に1、2個、後ろ側へ1、2、3、4、5、6個、左右は3個ずつですね。このように置けたら、これを基準に四角くしていってください。次はクラフター階段ブロックをこのように設置します。クラフターの向きは下向きです。まずはこの足場ブロックの位置から奥へ1、2マス、左へ1マス進んだこの位置に仮ブロックを1、2個置いて、下の方は壊しておきます。次は足場を少し降りて仮ブロックの真下へ移動したら、ガラスを壊して仮ブロックの下にクラフターを下向きに設置。その下に階段ブロックを設置してください。設置できたら仮ブロックは撤去して OK です。次はクラフターの左右にホッパーを接続します。ホッパーの向きはこちらです。クラフターの左側面に向けてポン、向きを確認します。次は右側面に向けてポン、向きを確認しておきましょう。次は不透過ブロックガラスをこのように設置します。まずはクラフターやホッパーから1マス離した位置から1、2、3とこのように置いて、こことここにガラス、次はこことここに不透過ブロックを置きましょう。次はこのように向かい合わせのホッパーを設置します。ホッパーの向きはこちらです。まずはこの位置に仮ブロック、次に仮ブロックの側面に向けてホッパー、仮ブロックを壊したらホッパーの側面に向けてホッパーを設置して向かい合わせに設置してください。次は回路です。コンパレーター、トーチ、ダストをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。まずはホッパーの後ろにはこの向きでコンパレーター、こちらも同じように設置します。クラフターの後ろには逆向きのコンパレーターをポン、一旦こんな感じですね。次はトーチをこことここに設置、あとはダストをポン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 とこのように置いてください。次はかまどコンパレーターダストをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。まずはかまどをこことここに置いたら、この向きでこの位置にコンパレーター、その先にダスト。できたらこちらも同じように置いてください。
ではここで設定をしておきます。まずはクラフターを開いて、火薬を2スタックと紙を1スタック。このように入れたら、右側に滞空時間2のロケット花火の表示を確認して、残り6つのスロットをクリックして無効にしておきます。次はこの奥の方のホッパーを開いて、適当なアイテムを1つだけ入れてください。次はかまどを開いて、1スタック64個になるアイテムを14個入れて、こちらのかまどにも同じように1スタック64個になるアイテムを14個入れてください。はい、OK。ではここで動作説です。クラフターの右にあるホッパーを開いて、火薬を23個入れて、このトーチが消えるのを確認。次はクラフターの左のホッパーを開いて、紙を23個入れます。そうするとクラフターが動作してロケット花火が作られて下の待機所に落ちてきます。このように動作していれば OK です。次はクラフター不透過ブロックをこのように設置します。クラフターの向きはこちらです。まずはこことここに不透過ブロック。次はこちらからこの不透過ブロックの側面に向けてクラフターをポン。顔の向きはこちらですね。あとは不透過ブロックをこことここに設置してください。次は向かい合わせのホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。まずは仮ブロックをここからポンポンと置いて下は壊します。次はホッパーを仮ブロックの側面に設置。向きはこちらですね。できたら仮ブロックを壊してホッパーの側面にホッパーをポン。このように向かい合わせに置けていれば OK です。次は回路です。コンパレーター、トーチ、ダストをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。まずはこの位置にこの向きでコンパレーター。次はこの不透過ブロックの上にトーチ。次はこの位置にこの向きでコンパレーター。その先にダストを置いてください。次はクラフターとコンパレーターをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。クラフターはこの位置にポン。コンパレーターはこの位置にこの向きで設置してください。では設定をしていきます。まずはこのホッパーを開いて中に適当なアイテムを1つだけ入れます。次にこのクラフターを開いて中のスロットを全部クリックして無効にします。次はこのクラフターを開いて下2段の6スロットをクリックして無効にしたらこのように3つだけアイテムが入ってくる状態にしておきましょう。では動作説です。まずはこのホッパーを開いて中の紙の数を確認。現在は21個ですね。次はクラフターの中にサトウキビを1つずつ1、2、3とこのように入れるとクラフターが動作してこのホッパーの中の紙が増えます。このように動いていれば OK です。ではここからはサトウキビ収穫機を作っていきましょう。まずはこの位置のクラフターから左に5個、右に9個ホッパーをつなぎます。ホッパーの向きはこちらです。まずは左側からこのクラフターの側面からホッパーを1、2、3、4、5個このように横向きにつなぎます。次は右側、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9個このように横向きに置いてください。次はさらにホッパーを手前に7個、奥に9個このようにつなぎます。ホッパーの向きはこちらです。まずは左側から一番左のホッパーの側面から手前に1、2、3、4、5、6、7個このように横向きにつなぎます。次は1マス開けてこのホッパーの側面から1、2、3、4、5、6、7個このようにつなぎます。次は奥側、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9個。次は1マス開けてここから1、2、3、4、5、6、7、8、9個。このようにつなぎます。はい、これで左側は OK。次は右側も同じ要領で置いていきましょう。はい、OK。次はこのようにホッパーの周りを装飾用不透過ブロックで囲って 5×19 のサイズにしていきます。まずはここからホッパーの間を埋めるようにここまで置いて奥側も同じように置いていってください。一旦こんな感じですね。次はここからぐるーっとホッパーの周りを囲むように置いていってここまで。左側はこれで OK です。では右側も同じ要領で置いていきましょう。次は泥ブロックをこのようにホッパーの上に置いていきます。まずはこのホッパーの上からダーッと奥まで置いていってここまで。次はここからダーッと置いていってここまで。はい、こんな感じですね。では右側も同じように置いていきましょう。次は泥ブロックを囲むように装飾用不透過ブロックを置いて水を流します。まずはこの位置から泥ブロックを囲むようにダーッと置いていってここまで。
次は手前と奥からこのように水を流します。するとここに1マス水が流れていない箇所が出るので、そこにも水を流しておきましょう。はい、 OK。 では右側も同じ要領で装飾用不透過ブロックを置いて水を流していきましょう。次はこのように1マス壁を高くします。置く位置はここから端まで置いて、次はここからここまでですね。右側も同じように1マス壁を高くしていってください。次はピストンと装飾用不透過ブロックをこのように設置します。ピストンの置き方に注意です。まずは左側から置き始めるのはこの位置からですね。ここに置いたら、あとは2マス間隔を空けながら置いていって、最後はここまでです。一旦こんな感じですね。次はここから装飾用不透過ブロックをこのようにピストンの間を埋めるように置いていって、端まで置いてください。次はピストンをここから先に置いたピストンの間に来る感じで、こんな感じで置いていって、最後はここまでですね。置けたらここから装飾用不透過ブロックをこのようにピストンの間を埋めるように置いていって、ここまで置いてください。これで片側は OK。 あとは左右対称になるようにピストンと装飾用不透過ブロックを置いていきましょう。左側ができたら同じ作業を右側でも行っていってください。次はガラスでこのように仕切りを作っていきます。まずはこの位置はガラスで3段の壁を作ります。奥の方も同じようにやっていってください。できたら次はここからガラスを3段で置いていって仕切りを作っていきましょう。はい、左側はこれで OK。 では右側も同じ要領でガラスを置いていってください。次はレッドストーントーチを下の方のピストンの斜め上にこのように置いていきます。まずは左側から置く位置はこの下のピストンの斜め上のここですね。あとは同じ要領で下のピストンを基準に置いていってください。片方が置けたらこちらも同じように置いていきましょう。はい、左側はこれで OK。 あとは同じ要領で右側も置いていってください。次は先ほど置いたトーチの位置を基準に装飾用不透過ブロックの上にダストを置いていきます。まずは左側から置く位置はトーチを設置している装飾用不透過ブロックの上のここですね。こんな感じで置いていってください。片方が置けたら反対側も同じように置いていってください。はい、左側はこれで OK。 次は右側も同じ要領で置いていってください。次は装飾用不透過ブロックでこのように屋根をつけていきます。では左側からここからこんな感じでダストが置かれているところ以外に置きながら屋根をつけていきましょう。はい、こんな感じになりますね。では右側も同じように置いていってください。これでサトウキビの自動収穫装置部分は完成です。次はクリーパートラップを作っていきましょう。エンドポータルが壊れてた。はい。ではまずはレール、マグマブロック、ホッパー付きトロッコ、ハーフブロックをこのように設置します。まずはこの位置のホッパーの上にレールをポン。そのレールの上にマグマブロックを設置し、レールの上にホッパー付きトロッコを設置したら、ホッパー付きトロッコが動かないように両サイドにこのようにハーフブロックを置いてください。次はクリーパーが流れてくる水路部分です。仮ブロック、マグマブロックをこのように設置します。まずは一旦マグマブロックの上に仮ブロックを1、2個置いて、上の方の仮ブロックの側面からマグマブロックを1、2、3、4、5、6、7、8個置きます。するとサトウキビ収穫装置から1マス手前までとなりますね。次は奥の方も1、2、3、4、5、6、7、8とこのように置いて、サトウキビ収穫装置から1マス手前になっていることを確認しておきましょう。次はガラス、装飾用不透過ブロックを使ってマグマブロックの周囲に2段の壁をこのように作ります。まずはガラスをこの仮ブロックの側面に1、2個、反対側も1、2個置いて、あとこことここにも置きます。できたら仮ブロックを壊してこのように穴を作ったら、あとはマグマブロックを囲むように周囲に2段の壁を装飾用不透過ブロックで作っていきましょう。このように2段の壁が作れていれば OK です。次は水をこのように両端から流していきます。まずはここを流して穴の手前まで水流が流れたのを確認できたら、次は奥の方からも同じように水をカバー。このように穴の手前まで流れるので確認しておきましょう。次はクリーパートラップの壁の目印を装飾用不透過ブロックでこのように四角く作ります。左右はサトウキビ収穫装置から1マスはみ出しておく点に注意です。まずはこの位置から置いていって、
1マスはみ出したところまでこのように置きます。次は方向を変えてこのように奥まで伸ばしたら、ここで曲げてここまで置きます。次はここから置いていって1マスはみ出したところまで置いたら方向を変えて、あとはこのように置いていってください。では次はクリーパーの枠層作りです。まずはこのように不等間ブロックを置きます。不等間ブロックはここから置いてここまで、あとは1マス間隔を空けて同じ要領で端まで置いていきましょう。はい、一旦こんな感じですね。では右側も同じ要領で置いていってください。次は先ほど置いた不等間ブロックの間を埋めるようにこのように不等間ブロックを設置し、サンゴをこのように設置します。では左側から置く位置はここからですね。ここからここまで置きます。次はここからここまで、あとは同じ要領で置いていってください。はい、左側はこれで OK。 では右側も同じように置いていってください。できたらこの水流の1マス上のこの位置から死んだサンゴをダーッと置いていきます。はい、これで1層目の床は OK。 次は2層目の床を1層目の2マス上に不等間ブロックで作っていきます。まずはこの位置に仮ブロックを1、2個置いて、その上から不等間ブロックをこの位置まで置きます。このように2マス空きができていれば OK ですね。確認したら仮ブロックは撤去して、次はここから仮ブロックを2つ置いて、その上から不等間ブロックを置いていってここまで置きます。置けたら仮ブロックは撤去して OK。 あとは同じ要領でこのようにジグザグになるように不等間ブロックを置いていきましょう。はい、置き終えるとこんな感じになりますね。次は左右対称になるように右側も同じ要領で置いていってください。置くときはこんな感じで左側の不等間ブロックから伸ばす感じで置いていくと置きやすいかなと思います。はい、 OK。 次は不等間ブロックの下にトラップドアをこのように設置します。まずはここからダーッと置いていってここまで、このようにトラップドアを置くことで背の低いクリーパーのみ湧くようになります。次はここから置いていってここまで、次は中に入ってここからここまで、こんな感じで不等間ブロックの下全部にトラップドアを置いていきましょう。次は床と誤認させるサンゴをこのように置いていきます。置き方は下の方で置いたのとは違ってこのようにジグザグに置いていってください。これで1つ目の屋根の取り付けは完了です。あとは同じものを2マス間隔を空けて1つ、2つ、3つとこのように作っていきます。一番上の屋根にはサンゴを取り付けないので注意してくださいね。屋根を取り付け終わったら次はこのように周りを装飾用不等間ブロックで囲って内部を暗くしていきます。置き始める位置はこの端からですね。こんな感じでダーッと置いていって壁を作りながら上へ登っていきましょう。このように一番上のブロックと同じ高さまで囲ったら、あとはこのように上の隙間にも装飾用不等間ブロックを置いていって平らにしていきます。はい、こんな感じで囲えたら OK です。次は屋根の上に他のモンスターが湧かないようにこのように松明を設置します。置く位置はこの角から数えて斜めに1,2,3,4,5,6,7マス目、今度はこちらの角から1,2,3,4,5,6,7マス目、あとは同じ要領で置いていってください。このように中央に4つ四角く置けていれば OK です。ではここで水バケツを使って地上へ降りて足場ブロックを登って回路が置いてある場所まで戻ります。戻ってきたら回路の上にモンスターが湧かないようにクラフターやホッパー、かまど、不等間ブロックの上に下付け回復ブロックを置いて湧き潰しをしていきましょう。はい、湧き潰しができたら足場を少し壊して降りて穴をガラスで塞いだら足場ブロックを壊しながら待機場まで戻っていきます。待機場についてしばらく待っているとこのようにロケット花火が落ちてくるので、あとはこのようにラージテストとホッパーを設置して回収できるようにしておいてください。はい、これで装置の完成です。では最後に1時間ほど放置してみてどのくらいロケット花火がたまるか確認していきます。はい、1時間経ちました。今回は642個ですね。多少前後しますがこのくらい取れてれば OK です。はい、今回は放置しているだけでロケット花火がたまる全自動ロケット花火製造機を紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。たもでした。ではまた。